幸四郎さん、ここよ。私は心躍らせながら高級料亭の門をくぐった。幸四郎さんと呼ぶ相手は私の父にしては随分と年を重ねている。というのも、私は施設で育ち、岩崎幸四郎夫婦が引き取ってくれた。という経緯があるのだ。幸四郎さんの奥様である恵子さんは去年亡くなった。私の就職があと1年早ければ、2人をここへ連れてくることができたのに。初任給で私は必ず2人を食事に招待すると決めていた。ずっと孤独だった人生に食卓を囲む幸せを教えてもらったから。初めて家に招かれた日、幸四郎夫婦は食べきれないほどの夕飯を用意してくれていた。私を気遣いながら優しい笑顔を向けてくれた2人。あんなにも温かい気持ちになった日のことを私は一生忘れないだろう。そんなことを考えながらカウンター席に座った私たちだったが、そこで私は青ざめた。斜め後ろの席に嫌味な上司がいたからだ。幸四郎さんの顔を見るなり、その上司は薄ら笑いを浮かべる。そして、見下したような表情で、上司は私たちのもとへやってくるのだった。私の名前は岩崎みゆき。実は本当の名字は知らない。幼い頃に親に捨てられたからだ。物心ついた時から私は施設にいて、みゆきちゃんと呼ばれていた。施設には小さい子からお兄ちゃん、お姉ちゃんまでたくさんの子供で溢れており、毎日賑やかだった。この集団生活は私にとって当たり前であり日常だったけれど、小学生の頃に違和感を覚え、自分が孤独だと知った。どれだけ施設の人に大切にされても、担任の先生に気にかけてもらえても、放課後友達と遊んでいても、私は親に捨てられた孤児であり、そして親族の誰もが探しに来てはくれない、忘れられた人間なのだ。確かにここに居場所はあるはずなのに、私の足元にはずっと真っ黒な底のない空洞があった。公園で楽しそうに母親を追いかける小さな子供を見かけると、顔も知らない人間に思いを馳せてしまう。私に追いかけられないで済んでいる。この世界のどこかにいる私の母親へ。あなたは今、幸せですか？足元の潰れた草花に目をやると、しなびたその姿が自分と重なった。施設でも学校でも私は優秀な方だと思う。問題を起こすこともなければ誰にも反抗しない。テストだっていつも満点に近い点数だし、友達も多い方だ。私の母親が今目の前に存在しているとしたら、私は申し分のない娘だろう。誰よりも良い子であることは、私にとってある種の復讐でもあった。どんなに両親に、親族に愛されようが、私の方が優れた人間だなんて滑稽だから。背が伸びるほど私の心は皮肉まみれになっていった。そんな人生に真実の愛を込めた手を差し伸べてくれたのが岩崎夫婦だったのだ。子供に恵まれなかった二人がたびたび施設を訪れていたのをよく見かけた。てっきり幼い子供を引き取りたいのかと思っていたけれど、まさか私が選ばれるとは正直思っていなかった。みゆきちゃん、これ恵子が作ったんだけど、ちょっと量が多くなっちゃって。初めて家に招かれた日、幸四郎さんが申し訳なさそうに私にそう言った。ダイニングテーブルには恵子さんの手料理がふんだんに用意されていた。オムライス、ハンバーグと洋食メニューが並ぶその横には、なぜかだし巻き卵や魚の煮付けといった和食メニューも並んでいる。だって、
みゆきちゃんの好きなものが洋食とは限らないでしょ？そう考えていたら作りすぎちゃって。恥ずかしそうに話す恵子さんに私は思わずクスッと笑ってしまった。どちらも大好きです。食べきれないと思いますが、少しずつ全部味見していいですか？私の言葉に二人の表情がパーッと明るくなった。そんな二人の様子に心が温かくなったのを今でも鮮明に覚えている。私たちが正式に養子縁組の手続きをしたのは、それから2ヶ月後のことだった。幸四郎さんには、右目の下に大きな古傷があった。初めて見たときは驚いたけれど、幸四郎さんはとても優しい人柄で、徐々に気にならなくなった。だけど、幸四郎さんは私や恵子さんを気遣って、外出する際は必ずマスクをしていたし、ほとんど外食をすることはなかった。私はいいんだけどね。恵子やみゆきまで好奇の目で見られるのは嫌なんだ。そう言って、幸四郎さんはいつも遠慮がちに生きているような、そんな人だった。二人は高校、そして大学の学費までも出してくれた。そんなにいい大学には入れなかったけれど、幸四郎さんは大学に通うのが夢だったみたいで、合格を聞いたときは私よりも先に泣いて喜んでいた。その隣で恵子さんは呆れて笑っていたっけ。二人のおかげで私は私の人生というものを受け入れることができるようになった。大学生として、一人の人間として、心からキャンパスライフを楽しめたのだ。私が大学3年生の頃、恵子さんに末期がんが見つかった。余命半年。ショックで、悲しくて、バカみたいに幸四郎さんと二人で泣いた。そんな私たちを気遣ってか、恵子さん本人は一度も涙を見せることはなかった。病院の片隅、揺れるカーテンの下、ベッドにすがりつくように泣いては、看護師さんに引き剥がされながら面会時間終了を迎える日々。病院帰りに幸四郎さんと二人、近所のラーメン屋で肩を並べながら泣くのが日課となっていた。さすがに3度目ともなると、ラーメン屋の店主は覚えたらしく、私たちの姿を見るなり注文を聞く前に、いつものね、と言いながらおまけに煮卵をつけてくれた。事情はわかんないけどさ、たまには泣かないで食べてくれよな。そう気にかけてくれる店主の言葉に泣き止むどころか、その温かさで涙腺が緩んだ。変わった親子だなぁ、と眉毛をハの字にするラーメン屋の店主。そうか。私たちは紛れもなく親子に見えるのか。いつの間にか私たちは家族の絆というものをしっかり育んでいたのだとこの時感じた。ラーメンをすする幸四郎さんの横顔がふと自分に似ているように見えて、再び涙がこぼれ落ちそうになるのをぐっとこらえて、私はスープを飲み干した。それから間もなくして、恵子さんはこの世を去ってしまう。明るくて、料理上手だった恵子さんを失った悲しみを抱え、私と幸四郎さんは彼女を見送ったのだった。その後、大学を卒業した私は、近くの証券会社に勤務することとなった。上司の稲山さんはどこか高圧的な人で、採用面接の時に私の隣の席に座った女の子を泣かせていたことがとても印象的だった。あの時、絶対この人の下だけには行きたくない、と願ったものだ。しかし、そんな願いも虚しく、入社初日に彼が上司だと知った時、底知れぬ絶望を感じた。あの人確か、面接で超圧迫してきた人だよね。マジ最悪。ひそひそと噂している声を聞く限り、どうやらこの部署には同志が多いようだと少し安心した。
誰も彼もが稲山さんに萎縮している。それでも、もしかしたら上司としてはいい人なのかもしれない、と一応期待はしていた。しかし、そんな甘い話はあるはずもなく、私を含め新入社員は日夜問わず彼に振り回され、ストレスが爆発しそうだった。いいか？俺はお前たちのために厳しくしているんだ。今はきついかもしれないが、5年もすれば他の奴らとは絶対的な差が生まれている。苦しみなくして成長はない。ぬるま湯に浸かりたいなら大学に戻れ。出社するたび、何度この言葉を聞いたことだろう。こんなにも激務で上司の顔色を伺わなければならないのは、この部署だけじゃないのかとすら思えた。一人、また一人と少しずつ同期が姿を消していく。根性のない奴はどこに行ったって折れる。いいか？俺はお前たちがどこに行ってもやっていけるように鍛えているんだからな。稲山さんが気高く笑うたびに私の胃がキリキリと痛んだ。平日は残業が当たり前。休日は資料作りに時間が潰れる。入社してからというもの、ゆっくりと眠れた日は数日間しかない。毎日、明日に怯え、稲山さんのご機嫌を取るので精一杯だった。だからこそ、今日この日の食事会は、自分にとって大事な日だったのだ。やっと迎えた給料日。そして、最初の週末。私は、幸四郎さんを高級料亭に招待した。私の目標だった初任給でご馳走する夢を叶えるためだ。この料亭は先日雑誌に取り上げられていたのを見かけ、すぐに予約を取った。代々続く老舗料亭であるこのお店は、夫婦の温かいおもてなしと上品な懐石料理が人気らしい。就職してからおよそ1ヶ月。本当に苦労の絶えない毎日だったけれども、この高級料亭に幸四郎さんを招待することが、これまでの私のモチベーションだった。仕事終わりに待ち合わせをすると、幸四郎さんが現れる。幸四郎さんは、この日のためにと、一丁羅の着物で来てくれていた。まさか、みゆきに招待してもらえるだなんて、嬉しいよ。柔らかいベージュの着物に紺色のハットを合わせている。幸四郎さんは昔からおしゃれに気を使っており、私なんかよりもファッションセンスがあった。せっかくの週末だからゆっくりしたかっただろうに。いいの。だって私も頑張った自分をねぎらいたかったから。それに幸四郎さん、すごく着物似合ってるわ。私の言葉に幸四郎さんは照れたようにはにかむのだった。タクシーから降りるとき、私は首から下げていたペンダントにそっと触れた。この中には、恵子さんの写真が入っている。できることなら、3人で来たかった。そう思いながら料亭の門をくぐるとき、胸がぎゅっと痛む。ごめんね、恵子さん。間に合わなくて。そんな気持ちになる私だった。料亭には日本庭園があり、獅子おどしが時折心地いい音を立てる。こんないいところに連れてきてもらって申し訳ないよ。そう謝る幸四郎さんの姿は趣あるこの料亭にぴったりだった。カウンター越しに料理長からおすすめを伺い注文を伝える。やっと一仕事が終わったような気がして少しだけ気持ちが緩んであたりを見回した。え？ふと顔を上げてこちらを見つめる視線に私はみるみる顔色を失う。なんと、斜め後ろの席に稲山さんがいたからだ。彼は私たちを交互に見るなりうすら笑いを浮かべて立ち上がってこちらへやってきた。へえ、いいご身分だな。稲山さんは私にそう嫌味を放つと、幸四郎さんの方に視線を投げる。幸四郎さんは先付けをいただくため、マスクを取っていた。
もちろん、右目の下の古傷があらわになっている。おっと、そんな顔じゃ、ここ楽しめないでしょ？それにしてもひどい傷だ。何？君のおじいちゃん、ヤクザか何かなの？にやりと笑いながら、稲山さんは幸四郎さんの傷を模範するかのごとく、自分の目の下を指でなぞった。なんてことを言うのですか？上司とはいえ、その失礼な態度に一瞬にして血が昇った私は声を荒げた。いいんだよ、みゆき。言わせておきなさい。でも、幸四郎さんは運ばれてきた日本酒を口に含むと、にっこりと笑う。今まで5万と言われてきたことだ。今更傷ついたりもしないよ。険悪なムードが流れる中、何やら料理長とおかみさんがこそこそとこちらを見て話をしている。なあ、あの傷跡って。ああ、彼らも稲山さんと同じタイプの人たちなのか。せっかく高級料亭に来たって言うのに、こうして私たちを嫌な思いにさせる人間に、久しぶりに会ってしまったと肩を落とした。幸四郎さんはいつだって古傷のせいで偏見の目を向けられる。こんなに優しくて素敵な人なのに、どうしてこんな嫌な思いをさせられてしまうのだろう。悔しさを隠すために、私は膝の上で拳を握った。その時、うつむく私におかみさんが様子を伺うように声をかけてきたのだ。間違っていたらすみません。その傷を負ったのは、小料理屋で暴れるチンピラと止めようとして、とかですか？と。おかみさんの言葉に、幸四郎さんはにっこりうなずくと、ええ、と答える。その瞬間、料理長とおかみさんの顔がにこやかに晴れ渡った。まさか、あの方なの？あなたが？お会いできて光栄です。おかみさんはどうやら涙ぐんでいるようだ。そして幸四郎さんに向かって料理長と共に深々と頭を下げる。私は状況が読み込めず、眉間にシワを寄せてしまった。もちろん、稲山さんも同じようで、わけがわからないといった表情で悪態をついてくる。こんな傷のある老人に、なんで頭を下げるのか理解不能だ。すると今度は、料理長が稲山さんを睨み、こう言い放ったのだった。店を守ってくれた恩人になんてことを。この方がいなかったら、私たちは間違いなく路頭に迷っていたことでしょう。と。それは、幸四郎さんの青年時代に遡る。当時はまだ戦争の名残があり、血の気の盛んな若者でこの町は溢れていた。先代から受け継いだばかりのこの店も、柄の悪い輩が訪れることがあり、幸四郎さんが上司に連れてきてもらった時も、店で大暴れしている男たちが何人もいたそうだ。そんな時、止めに入ったのが、幸四郎さんだった。このままじゃいけないととっさに体が動いたらしく、店内は騒然としたらしい。勇敢に戦う幸四郎さんの姿が結果的に周りを動かし、結果、男たちを取り押さえたのだ。で、右目の下の傷は、暴君に瓶で殴られた時にできたんだ。派手に切ったものだから出血がすごかったよ。あまりにも壮絶すぎる話をにわかに信じることができず、私は幸四郎さんの古傷をまじまじと見つめてしまう。もしあの時止めてくださらなかったら、この店はめちゃくちゃにされて再起不能になっていたかもしれない。だから私たち、いや、親父にとって彼は救世主なんだよ。当時は料理長の父親がお店を切り盛りしており、その後何度も幸四郎さんの武勇伝を聞かされたのだとか。負傷したのにもかかわらず、あなたは何も言わずに立ち去ってしまったのだと、親父から聞いております。右目の下にひどい傷が残ってしまったのに。料理長がそう話すと、おかみさんもこう続ける。
今、義父は体を壊して入院中なんですよ。明日、お見舞いに行った時にあなたの話をしたら、きっと大喜びしますわ。二人の話に照れたように頭をかきながら、幸四郎さんがこう言った。いやー、実にお恥ずかしい話だ。普段喧嘩なんて全くしないから、うまく避けることもできずに負傷してしまったんだ。この話は家内にもしたけれど、彼女は呆れて笑っていたよ。確かに、幸四郎さんが喧嘩だなんて、私も全く想像がつかない。思わずクスッと笑ってしまう私に、つられて幸四郎さんも笑った。そして、料理長とおかみさんは、稲山さんの方をきっと睨む。そういうわけです。このお店の恩人である方を、これ以上罵倒するようでしたら、帰ってください。お代は結構ですので。稲山さんは、歯切れの悪い顔をして舌打ちをすると、お店を出て行くのだった。それからゆったりと食事を楽しんだ私と幸四郎さんは家路へと向かう。とても美味しかったよ。ごちそうさま。幸四郎さんは月明かりの下、優しい眼差しでお礼を言った。何度この眼差しに助けられただろう。心から人を信じてみようと、この目を見て感じたあの日を思い出す。まさか、幸四郎さんのその傷にあんなドラマがあったなんてね。いたずらっぽくそういう私に、幸四郎さんはガハハと笑い、月を見上げる。隠していたわけじゃないけどね。まあ、やっぱり喧嘩ってのは良くないだろう。暴力で解決できるなんて思ってほしくなかったんだ。確かにそうだけど、幸四郎さんのおかげであのお店は救われたんですもの。ああ、私の会社にも乗り込んでもらえると助かるな。冗談交じりにそう言って、私も幸四郎さんと同じく月を見上げた。月曜日からはまた仕事が始まる。今日は幸四郎さんのおかげで稲山さんは何も言ってこなかったけれど、会社ではどうだろうか。そう考えると、一気に憂鬱な気分が押し寄せてくる。そんな私の気持ちを感じ取った幸四郎さんは静かに口を開いた。なあ、みゆき。きっとお前だけじゃないよ。同じように苦しんでいる人たちが絶対にいるはずだ。悩みは一人で抱え込んではいけない。周りに目を向けるんだ。私だって、もしあの時周りが協力してくれなかったら、今頃この傷だけじゃ済まなかったさ。確かに、私一人では何もできないだろう。だけど、同じように苦しんでいる人たちと力を合わせれば、なんとかなるかもしれない。キラキラと輝く月の光を見つめながら、私はある決意を固めたのだった。それから数ヶ月が経った。今私は社内で快適に仕事をこなしている。実はあれから稲山さんの被害に遭っている同僚たちと結託して人事部にパワハラの報告をあげたのだ。面接時からの高圧的な態度、残業お構いなしの仕事量、休日返上で資料を作らなければならない、などなど。私たちの訴えは正式に受理され、稲山さんは上層部から呼び出しを食らったらしい。新入社員だから文句が言えないとでも稲山さんは思っていたのだろうか。そして稲山さんは地方へと異動になり、今は優しくて頼りがいのある上司の下で働いている。ちなみに、今週末は幸四郎さんとまたあの高級料亭へと行く予定。今度は私のおごりじゃなく、お世話になったお礼がしたいという退院した料理長の父親からのお誘いだ。きっとまた、幸四郎さんの武勇伝を聞くこととなるだろう。悪くない。私の人生は、まだ始まったばかりだ。